今回のテーマはコードです。コードとは、楽曲内で美しいハーモニーを作っていくための原材料のようなものです。その原材料であるコード内の音を並べ替えたり、メロディーなど他の音と組み合わせたりすることで、私たちは響きを自由に編んでいくことができるんですよ。中でも基本的なコードがありまして、それはある音の上にサードインターバルを2つ積み重ねたコード、これをトライアドと言います。また、インターバルにクオリティがついていたように、トライアドにも響きのカラーを示すクオリティがあります。トライアドには基本のクオリティが4種類ありますので、一つずつ見ていきましょう。まずはこちら。下がメジャーサード、上がマイナーサード。このインターバルの組み合わせを持つトライアドをメジャートライアドと言います。次に、下がマイナーサード、上がメジャーサードの組み合わせを持つトライアドをマイナートライアドと言います。そして、下がメジャーサード、上もメジャーサードの組み合わせはオーギュメンテッドトライアド。下も上もマイナーサードの組み合わせはディミニッシュドトライアドと言いますよ。メジャー、マイナー、オーギュメント、ディミニッシュ。これら4つのトライアドはそれぞれ響きの持つカラーが全然違いましたね。楽曲というのはこのように性格の違うコード同士が作用し合うことにより彩られているというわけです。1、メジャーダイアトニックコード。A、構成。コード作りのベースとなるのはスケールです。例えば C メジャースケールをベースとしたとき、サードインターバルを2つ積み重ねるとトライアドができます。メジャースケールは全部で7音なので7つのトライアドができました。このようにダイアトニックスケール上にできるコードをダイアトニックコードと言いますよ。これはメジャーキーのダイアトニックコードにあたるので、メジャーダイアトニックコードとなります。また、さらにサードインターバルを積み重ねると、セブンスコードというコードができますよ。セブンスコードもダイアトニックコードです。今回は基本をしっかり固めていきたいので、まずはトライアドをメインでお話を進めていきますね。コードの構成音のことをコードトーンと言います。下からルート、サード、フィフスと呼んでいきますよ。セブンスコードであれば一番上はセブンスとなります。では7つのコードそれぞれのクオリティは一体どうなっているのでしょうか。5度鍵表 C メジャーキーの部分に印をつけて7つのコードを1つずつ確認していきましょう。まず C メジャーキー第1番目のトライアドはルートからサードまでのインターバルがメジャーサードで、サードからフィフスまでのインターバルがマイナーサードなので、メジャートライアドとなります。続いて第2番目のトライアドは、ルートからサードまでのインターバルがマイナーサードで、サードからフィフスまでのインターバルがメジャーサードなので、マイナートライアドとなります。この要領でどんどんいきましょう。3番目は、下マイナー、上メジャー。なので、マイナートライアド。4番目は、下がメジャー、上がマイナー。なので、メジャートライアド。5番目も、下がメジャー、上がマイナーなので、メジャートライアド。6番目は下がマイナーで、上がメジャーなので、マイナートライアド。7番目は下も上もマイナーなので、
ディミニッシュドトライアドとなります。今、コードの下にクオリティをつけていきましたが、これはメジャーキーにおける相対的な表記法です。さらにコード自体のアイデンティティをはっきりさせるために、メジャーやマイナーなどのクオリティにルート名を加えていきたいと思います。まずメジャートライアドは大文字のルート名一つで OK なので、メジャーの部分をすべてルート名に置き換えます。次にマイナーとディミニッシュですが、クオリティの横に大文字でルート名を加えていきます。こちらをコードシンボルと言いますよ。クオリティにルート名を加えることで絶対的な表記となりました。コード譜では欠かせない存在です。それではまとめに入っていきましょう。ダイアトニックスケール上に作られるコードをダイアトニックコードと言います。ダイアトニックコードには3音で構成されるトライアドと4音で構成されるセブンスコードの2種類があります。コードの構成音のことをコードトーンと言い、下からルート、サード、フィフス、セブンスと呼びますよ。メジャーキーで登場するトライアドのクオリティは、メジャー、マイナー、ディミニッシュの3種類でしたね。これらのトライアドのクオリティにルート名を付け加えると、アイデンティティのはっきりとしたコードシンボルになります。では、メジャーダイアトニックコードの構成については以上となります。B、機能。メジャースケール上にサードインターバルを2つ積み重ねるとトライアドができます。そしてダイアトニックスケール上にできるトライアドはそれぞれコードシンボルで表すことができました。さて、コードの真下にある数字、スケールディグリーですが、コードを表すときはローマ数字で表記します。じゃん。このようになります。このままでもいいのですが、ローマ数字の方もクオリティをはっきりとさせていきましょう。メジャートライアドはそのままで OK です。マイナートライアドはローマ数字の横にマイナークオリティをつけます。ディミニッシュトライアドはマイナークオリティにフラット5を付け加えていきます。フラット5はマイナートライアドのフィフスをフラットするという意味を持ちます。このローマ数字はスケールディグリーと同じように相対的な表記法です。なので12のメジャーキーすべてに当てはまるようになっています。一方、コードシンボルは絶対的な表記法ですので、キーが変わるとコードシンボルも変わってきますよ。具体的にイメージしてみましょう。試しに今の C メジャーキーを A メジャーキーに置き換えていきます。すると、コードシンボルのクオリティはそのままに、ルートの音名だけが A メジャーキー仕様に置き換わっていることがわかりますね。では、スライドを戻しまして、7つのトライアドがそれぞれどのような機能を持っているのか見ていきましょう。まず、スケールと同じように、コードにもトニック、サブドミナント、ドミナントが存在します。1メジャーがトニック、4メジャーがサブドミナント、5メジャーがドミナントです。これら3つをまとめて3コードと言いますよ。さて、残っているマイナーとディミニッシュにはどんな役割があるのでしょうか。じゃん。小さな人型のコードをサブスティチュートコードといって、同じ色のコードを3コードの代理として使うことができます。つまり、機能の同じコード同士を置き換えて使うことができるというわけです。例えば、2マイナーは小さい緑ですね。これはサブドミナントコードの代理として使うことができます。3マイナーと6マイナーはトニックの代理として使うことができます。7ディミニッシュはドミナントの代わりとして使うことができます。では、なぜ代理として成立するのかというと、共通音が関係しているんです。例えば、1メジャーと3マイナーでは E と G の2音が共通音となっていますね。1メジャーと6マイナーでは
C と E の2音が共通となっていますね。考え方にはいろいろな見解があって、3マイナーはトニックの代理とも言えますが、ドミナントの代理と考えられる場合もあります。状況により様々な解釈で遊べるのがコードの面白いところだと思います。というわけで、このように3コードをサブスティチュートコードに置き換えることで、サウンドの印象をガラッと変えることができるんですよ。では、まとめに入りましょう。メジャーキーのダイアトニックコードは、ダイアトニックスケールの音数と同じ7個分あります。スケールディグリーはコードバージョンになるとローマ数字で表記されます。7つのコードはそれぞれクオリティがメジャーであれば大文字のローマ数字で、マイナーであればローマ数字の横にマイナーをつけて表すことができます。ディミニッシュの場合はマイナーにフラット5がつきますよ。これはすべてのメジャーキーに当てはまる相対的な表記法なので、イチョウや転調の際にとても便利です。そしてコードにもスケールと同じように機能がありました。中でも1メジャー、4メジャー、5メジャーを3コードと言い、2マイナー、3マイナー、6マイナー、7ディミニッシュはサブスティチュートコードといって、3コードの代わりとして置き換えて使うことができます。それではメジャーダイアトニックコードの機能については以上となります。2、マイナーダイアトニックコード。A、構成。コード作りのベースはスケールです。マイナースケールをベースとしたとき、サードインターバルを2つ積み重ねるとトライアドができます。マイナースケールは全部で7音なので7つのトライアドができました。マイナースケール上にできるコードをマイナーダイアトニックコードと言います。コードトーンはメジャーキーの時と同じように下からルート、サード、フィフスと呼んでいきますよ。セブンスコードであれば一番上はセブンスとなります。さて、マイナーキーの場合、7つのコードのクオリティは一体どうなっているのでしょうか。コード鍵表 a マイナーキーの部分に印をつけまして、コード一つずつ確認していきましょう。まず第1番目のトライアドは、ルートからサードまでのインターバルがマイナーサードで、サードからフィフスまでのインターバルがメジャーサードなので、マイナートライアドとなります。続いて第2番目は、ルートからサードまでのインターバルがマイナーサードで、サードからフィフスまでのインターバルもマイナーサードなので、ディミニッシュトライアドとなります。3番目は下がメジャー、上がマイナーなので、メジャートライアド。4番目は下がマイナー、上がメジャーなので、マイナートライアド。5番目も下がマイナー、上がメジャーなので、マイナートライアド。6番目は下がメジャーで、上がマイナーなので、メジャートライアド。7番目は下がメジャーで、上がマイナーなので、メジャートライアド。このようになります。コードのクオリティは相対的な表記法ですので、次はクオリティにルート名を加えて、絶対的な表記のコードシンボルを作っていきたいと思います。まず、メジャートライアドは大文字のルート名一つで OK なので、メジャーの部分をすべてルート名に置き換えます。次に、マイナーとディミニッシュは、クオリティの横に大文字でルート名を加えていきます。はい、コードシンボルが完成しました。さて、
今できたマイナーダイアトニックコードは、ナチュラルマイナースケールをベースに構成されたものですが、マイナースケールにはもう一種類、ハーモニックマイナースケールというのがありましたね。ハーモニックマイナースケールは、リーディングトーンを作るために、7音目をシャープで半音を上げるのが特徴でした。A マイナーキーの場合、全部の G にシャープをつけることで、ハーモニックマイナーのダイアトニックコードが成立します。すると、コードシンボルはこのようになります。ナチュラルマイナーと比較すると、コードのクオリティが3つ変化していることがわかりますね。ハーモニックマイナーでは新しくオーギュメントが加わりました。それではまとめです。マイナーダイアトニックコードには3音で構成されるトライアドと4音で構成されるセブンスコードの2種類があります。コードの構成音のことをコードトーンと言い、下からルート、サード、フィフス、セブンスと呼びますよ。ここまではメジャーの時と同じです。クオリティですが、ナチュラルマイナースケール上にできるトライアドは、メジャートライアド、マイナートライアド、ディミニッシュトライアドの3種類でした。一方、ハーモニックマイナースケール上にできるトライアドは、その3つにオーギュメントトライアドが加わりましたね。それでは、マイナーダイアトニックコードの構成については以上となります。B、機能。ナチュラルマイナースケール上にサードインターバルを2つ積み重ねるとトライアドができました。こちらはナチュラルマイナースケール上にできたダイアトニックコードです。それぞれコードシンボルで表すことができますよ。今振ってあるスケールディグリーですが、コードを表すときはローマ数字で表記しますので、こちら変えていきましょう。はい。するとこのようになります。このままでもいいのですが、ローマ数字の方もクオリティをはっきりさせていきましょう。まず、メジャートライアドは大文字そのまま。マイナートライアドはローマ数字の横にマイナーをつけます。最後にディミニッシュドトライアドはマイナークオリティにフラット5をつけます。フラット5というのはマイナートライアドのフィフスをフラットするという意味でしたね。このようにクオリティをつけておくと、それがメジャーキーのコードなのか、マイナーキーのコードなのかが判断しやすく、とても便利です。では、機能はどのようになっているのか見ていきましょう。まず、1マイナーはトニック、4マイナーはサブドミナント、5マイナーはドミナント。ただ、マイナーキーの場合は、リーディングトーンのない状態のドミナントをドミナント機能がないドミナントという見方をします。リーディングトーンがない分、トニックに強く戻りたくなるほどの不安定さを持っていないからです。また、サブスティチュートコードはこのようになります。同じ色のコード同士を機能の同じコードとして置き換えて使うことができますよ。では、ナチュラルマイナーがハーモニックマイナーになると、コードシンボルはどのように変化するのでしょうか。じゃん。第7音目の G にシャープをつけて、リーディングトーンを作りました。では、こちらもローマ数字にクオリティをつけていきましょう。まず、メジャートライアドは大文字のままにしておきます。マイナートライアドには大文字の横にマイナークオリティをつけていきます。ディミニッシュドトライアドにはマイナークオリティにフラット5を加えます。最後にオーギュメンテッドトライアドです。こちらはメジャークオリティにシャープ5を加えます。メジャートライアドのフィフスをシャープするという意味がありますよ。ナチュラルマイナーと比べたとき、3つのトライアドにクオリティの変化が見られました。3メジャーがオーギュメントに、5マイナーが5メジャーに、7メジャーが7ディミニッシュとなりましたね。次に機能をチェックしていきましょう。1マイナーがトニック、4マイナーがサブドミナント、5メジャーがドミナントとなります。5はナチュラルマイナーの時はドミナント機能を持つことができませんでしたが、
リーディングトーンができたことにより、不安定なドミナントとしての性質が加わりました。サブスティチュートコードはこのようになります。改めてナチュラルマイナーとハーモニックマイナーを並べてみます。では、ナチュラルマイナーでドミナントからトニックに解決してみましょう。ハーモニックマイナーではどうなるでしょうか。このようにハーモニックマイナーの方が解決感が強いので、調整音楽においてはハーモニックマイナーがよく使われますが、欲しいサウンド感によって使い分けができるといいですね。ではまとめに入っていきましょう。ナチュラルマイナーダイアトニックコードとハーモニックマイナースケールコード、それぞれ機能の位置関係は同じです。違いとしては、ナチュラルマイナー上にできるドミナントはリーディングトーンがないのでドミナント機能を持たないのに対し、ハーモニックマイナー上にできるドミナントはリーディングトーンの働きによりドミナントとしての機能が加わります。マイナーダイアトニックコードの機能については以上となりますが、この機能については書籍や指導者によって様々な解釈や表記法があります。ですので、一つの方法にとらわれすぎず、自分に合った方法、解釈をどんどん取り入れながら学習を進めていただければと思います。それでは、マイナーダイアトニックコードの機能については以上となります。3、コードインバージョン。コード内の音の上下関係を置き換えることをコードインバージョンと言います。トライアドはルート、サード、フィフスの3音で構成されていて、全部で3パターンあります。まずは基本の形、ルートが一番下に来ているとき、この状態をルートポジションと言います。ルートを1オクターブ上げて、サードが一番下になった状態をファーストインバージョンと言います。サードを1オクターブ上げて、フィフスが一番下になった状態のことをセカンドインバージョンと言います。トライアドはメジャー、マイナー、オーギュメント、ディミニッシュと全部で4種類ありましたね。それでは一つずつ順番に全パターンを見ていきましょう。まずはメジャートライアドの場合です。構成音は C、E、G。C がルート、E がサード、G がフィフス。ルートからサードまでのインターバルがメジャーサード。サードからフィフスまでのインターバルがマイナーサードとなっています。この状態をメジャートライアドのルートポジションと言いますよ。それでは動かしていきましょう。まず、ルートポジションのルートを1オクターブ上に上げると、ファーストインバージョンとなります。さらに、サードを1オクターブ上げると、セカンドインバージョンとなります。次に、マイナートライアドの場合、構成音は C、E フラット、G。C がルートの時、E フラットがサード、G がフィフス。ルートからサードまでのインターバルがマイナーサード。サードからフィフスまでのインターバルがメジャーサードとなっています。この状態をマイナートライアドのルートポジションと言います。ルートポジションのルートを1オクターブ上げると、ファーストインバージョン。サードを1オクターブ上げると、セカンドインバージョンとなります。次に、オーギュメンテッドトライアドの場合、
構成音は C、E、G シャープ。C がルートの時、E がサード、G シャープがフィフス。ルートからサードまでのインターバルがメジャーサード。サードからフィフスまでのインターバルがメジャーサードとなっています。この状態をオーギュメンテッドトライアドのルートポジションと言います。ルートポジションのルートを1オクターブ上げるとファーストインバージョン。サードを1オクターブ上げるとセカンドインバージョンとなります。次にディミニッシュドトライアドの場合、構成音は C、E フラット、G フラット。C がルートの時、E フラットがサード、G フラットがフィフス。ルートからサードまでのインターバルがマイナーサード。サードからフィフスまでのインターバルもマイナーサードとなっています。この状態をディミニッシュドトライアドのルートポジションと言います。ルートを1オクターブ上げるとファーストインバージョン。サードを1オクターブ上げるとセカンドインバージョンとなります。コードインバージョンは楽曲内でコードとコードの間を滑らかにつないでいくためにとても大切な考え方です。たくさん弾いて慣れていきましょうね。それではコードインバージョンについては以上となります。